こんにちは。今回は本日日産のオーラニスモの発売が発表されたので、お伝えしていこうと思います。それでは、行きます。Now loading。まず、今回発売された日産オーラのニスモ仕様ですが、発表前にディーラーに駆け込んで、すでに契約をした人もいらっしゃったようです。では、まず、はじめに、質問形式で皆さん気になっているところから、詳細お話ししていきたいと思います。まず、一つ目についてですけれども、こんなコメントをいただいていました。本日、ステルスグレーツートン4リンクドレカロで契約しました。9月頃に納車の予定です。まず、注目すべきは、4輪駆動だと思います。これまで日産オーラは2輪駆動しかありませんでしたが、今回のマイナーチェンジによって4輪駆動もグレートで選択することができるようになりました。先ほど日産オーラニスモの発表披露会の動画を視聴しましたが、4輪駆動にするとドライブモードの機能が増えるみたいですね。今表示しているのは各ドライブモードの設定で、通常のオーラは灰色で各モードの出力を表示させていますね。2輪駆動と4輪駆動で共通のところは、加速力とレスポンス、減速力の3つの機能になります。そして、4輪駆動だけ、ニスモモードにすると後輪駆動力が大幅にパワーアップします。そのため、後ろ側から突き上げられるような感覚になるようですね。皆さんご存知かと思いますが、ただの4輪駆動ではなく、ニスモチューンド E パワー4輪駆動であり、ニスモチューンド E パワー4輪駆動は、リアモーターの出力を 50kW から 60kW、トルクは100から150へ大きく向上させているようです。エンジンで発電して電気で駆動する E パワーのレスポンスの良さも相まって、より運転するのが楽しくなりそうなニスモに仕上がっていますね。続いて、ボディカラーに関しては、ステルスグレートスーパーブラックのツートン仕様がやはり人気になりそうな気配がありますね。理由はお伝えするまでもないかもしれませんが、車両価格が、およそ3000万円ほどの超スーパーカー GTR のニスモ仕様がステルスグレーだからですね。ステルスグレーは GTR のニスモに乗っている感覚も味わえるボディカラーなわけです。人気が出るのも納得できちゃいますね。今お見せしてる動画では、照明などが多く近くにあるので少し明るく見えますが、外に出してみるともう少し暗めなグレーですね。ということで一旦、今回選択できるボディカラーを全部見ていきたいと思います。ニスモステルスグレートスーパーブラックのツートンはこちらになります。続いて、ピュアホワイトパールとスーパーブラックのツートンになります。この色味はマイナーチェンジ前にもあった、二輪駆動のニスモの代表的なボディカラーですね。そして、次に、ブリリアントホワイトパールとスーパーブラックのツートン仕様になります。先ほどピュアホワイトパールが代表カラーと言いましたが、実写を改めて見てみると、どちらかというと、代表ボディカラーはブリリアントホワイトパールっぽいですね。ラメが入っているので、深みのあるボディカラーなんですよね。そして、ダークメタルグレーとスーパーブラックのツートン仕様。ピュアホワイトパールの一色。ガーネットレッドとスーパーブラックのツートン。なんだか通常オーラと見た目が似ていて、隠れニスモ仕様ですね。そして、最後にスーパーブラックですね。ボディカラーによらず、ドアミラーがガーネットレッドのような色味をしていますが、実はマイナーチェンジ前もドアミラーはレッド塗装されていました。この色味を見ると、ニスモ U よりも新型キックスのドアミラーを思い浮かべてしまいました。そして、先ほどのオーナーさんはどうやら、レカロシートも購入したようですが、レカロシートの外観はこんな感じです。シート下を見るとレバーがついているので、どうやらこれはラチェット付きの手動タイプのシートですね。軽量化という観点で考えると、やはりマニュアル式シートの方がいいですよね。ただ、パワーリクライニング機能付きのようなので、完全マニュアルではないようです。もっとゴツゴツした見た目になるのかと思いましたが、かなり細部まで作り込まれていることがわかるデザインでした。シートのアッパーから順に見ていくと、ヘッドレストに当たる部分は、合皮が付き、ニスモの刺繍が入っています。そのまま合皮で下にまで流していくのかと思いきや、側部には、アルカンターラが設定されていることがわかります。シート背面はおそらくこれは合皮のように見えますね。横線3本、線がありますが、日産の3を象徴しているのでしょうか？外側から合皮、アルカンターラ、合皮のコンビシートになっていて、この作り込みに私は感動しました。そして、シートはおそらく全体的にアルカンターラが使われているように見えますね。かなり豪華な作りになっていて、このレカロシートを選択すると、なんと80万円ほどアップします。これだけ豪華な作りになっていて、運転席だけでなく助手席も付けるということであれば、私個人としてはギリギリ許容できるかなと感じました。ただ、
実際はこのレカロシート単品で80万円するわけではなく、他にも、いろんな機能がセットでついてくるので、結構な金額に膨らんでしまっているということです。では、続いて、他にいただいていたコメントも見ていきましょう。予約したよ。坊主サウンドつけて350万。楽しみ。この坊主サウンドですが、実は先ほど紹介したレカロシートでは、取り付けることができないようです。その理由は、ヘッドレストがスピーカーを搭載できる作りになっていないからですね。なので一部、レカロシートを選ぶか、坊主サウンドを選ぶかで、贅沢に悩んでいる方がいらっしゃいましたね。坊主サウンド付きのニスモ専用シートはこのような外観になっていまして、ヘッドレストには言うまでもなく、スピーカーが取り付けられていて、レッドステッチで使用された合皮のヘッドレストになっていますね。そして、シート背面を見てみると、上部は合皮でニスモの刺繍が付けられています。背面下部は、ファブリックになっていて、合皮とのコンビシートになっていることがわかります。シート座面は、見る限りファブリックで構成されていますね。ヘッドレストにスピーカーが必要かどうか悩ましいですが、内装に関しても、オーラの通常グレードなどと差をつけたいということであれば、私だったら、レカロシートの方を選ぶかな。そして、次の質問。オーラニスモ4注文しました。プロパイロットノンレカロで497万円でした。エコカー関連の減税なしです。4区モーターの出力不明でしたけど、こいつが原因でエコカーから外れるようです。モーターの出力については先ほどもお伝えした通り、50kW から 60kW 向上しているようです。レカロシートを付けないで497万円もするとなると、かなりニスモの専用パーツを取り付けていることが伺えますね。では、実際に見積もりをして、どんなパーツを付けていったら500万円くらいになってしまうのか見ていきましょう。まず、車両の前提はもちろん、四輪駆動。そして、ステルスグレースーパーブラックのツートン仕様。塗装だけで7万円超えてしまうのはすごいですね。そして、次に、日産コネクトですがこちらも付けていきたいと思います。ただし、このオプションを付けると芋づる式に関連機能も装備することになるので、総額すると42万円ほどアップします。もうこの時点で400万円ほどになりました。シートはレカロシートを装備していないと言っていたので、通常シートを選択します。そして、オプションについては基本的にニスモパーツを付けていきたいと思います。簡単なため、原則、セットオプションを選びます。まず、ニスモエアロパッケージを選びます。12万円ほどしますね。これによってフロントリップスポイラーとルーフエクステンションスポイラーが装着されます。エアロパーツということでかなり見た目がかっこよくなりますね。そして、ニスモエクステリアフルパッケージも付けていきます。これらのパーツを付けることでダウンフォースを得られやすくなるので、タイヤがより地面に接しやすくなって、四輪駆動の魅力が増しますね。単なるデザインとしてではなく、走行性を極めるためにもぜひ装着したいですね。これらのエクステリアパーツを付けることによって、節々にさらに赤いラインやアクセント付けることができます。それでせっかくなので、ニスモインテリアパッケージに関しても、選択してみました。全体的に少し明るめな赤ですね。実物を見るともう少し暗めでシックな印象を受けるのかもしれませんが、スポーツ感のある内装に変わり、よりかっこよく見えますね。そして、ニスモの専用フロアマットとラゲッジマットも付けてみました。この時点で440万円でした。そして、ホイールを確認してみたんですけれども、すでに専用ホイールになっていました。ホイールは17インチのアルミホイールのようです。こちらがニスモチューンド E パワー四輪駆動専用17インチアルミホイールです。こんなにオプションをたくさん付けてみるとおよそ450万円くらいになりました。これで残価設定型ローンを設定すると、人によっては、500万円ぐらいになってしまうと考えられます。そこからレカロシートなんて付けたら、600万円になっちゃいますね。いかがでしたでしょうか？実際に、内外装については実車で確認していきたいと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。それじゃあまた。